皆さんこんにちは。さて、我が家に ZR-V が納車されてから1年6ヶ月超えて今7ヶ月近くになっております。この期間、さまざまな場所でこの車に乗ってまいりまして、この ZR-V の特に走りにフォーカスして魅力っていうところをさまざまな動画でお伝えしてきましたけれども、今回はポイントを変えて ZR-V の装備表ですね、そういったところに載っているもともと備わっている機能、そういった部分、この1年半以上乗ってきてどのように感じているのかというところをお話ししたいと思います。ペダルのところがステンレスで、いわゆるスポーツペダルっていうんですかね、そういったものになっていまして、運転するときに滑りづらくなっているというもので、私これいいなと思うんですよね。実際に我が家に別にカローラクロスという車がありまして、あそこはそういったスポーツペダルはついていないというものなんですけれども、あれと比較したときに明らかに滑りづらいんですよ。ですので、雨の日、それから地面が泥だらけのところを歩いてきて車に乗り込んだりとか、いろんな場面でも安全に運転できる、そういった装備にもなるかなと思います。で、私も ZR-V で秋田とかあちらの方まで旅行に行きました。その時本当土砂降りの雨だったんですけれども、足元悪い中、車に乗り込んで運転していても、アクセルペダル、ブレーキペダル踏む時に靴で滑るっていうこともなく、本当にしっかりと運転できた。これがちゃんと標準についているあたりがさすが ZR-V だなと思える。そういう部分になるかなというふうに思います。メタル製の減速セレクターですね。これはね、本当に素晴らしいですね。メタルなので、もう触った時の感覚がね、冬場は冷たいんですけれど、あれはね、通常のね、他の他社メーカーのパドルシフトとかついているセレクターって、プラスチッキーなものが多いんですけど、あんなにね、アルミで豪華な感じで操作できるセレクターってなかなか見ないんで、その時点ですごいなって思いながら普段乗ってるんですけど、で、あれのね、セレクターで聞き始めのその俊敏さ、カチャカチャってやった瞬間にグーッと速度が落ちる。あのあたりの機敏な動きっていうのが本当にすごいなって思うんですよね。この機能は結構使います。突如として、ここ下りだっていう時にパチパチパチってやってすぐに速度がキュッと落ちていくっていう、あのあたりの安心感はすごいなって思うので、この機能はよく使っていますし、これあっていいなと。これはベゼルにもついてます。でこの減速セレクターはいい機能だな、いい装備だなというふうに思ったというところであります。LED のアンビエントランプがこの車はちゃんとついている。やはり価格が高いというところで、アンビエントライトが標準でついてくる車が多くて、この車も同じくついていますが、あれは結構私いいなっていうふうに思うんですよね。もちろん輸入車とか他の海外の車とか、もしくはその国産車でももっともっと高い車とかだと、例えばその色が変えられるとか、何百色から選べますとか、そういったような LED のアンビエントのランプもあるんですけれども、この ZR-V に関しては、白色に光るそういったライトという形になっています。私はね、結構このライトっていいなと思うんですよね。変にギラギラしすぎていないけれども、上質さをしっかりと保つような、そういう色味なので、個人的にはあの色で良かったなと思っています。この車には標準で BOSE のスピーカーがついていますが、これについてどうかというところですが、結構これはね、素晴らしいなというふうに思います。この BOSE のスピーカーがついていない車も我が家にはあるんですけれども、明らかに音楽を鳴らした時に聞こえる音の質であったりとか、重低音とかそういうところは全く違うんですよね。ZR-V に乗っていて音楽を聴くと、この曲にはこんな音も入ってたのか、こんな音が裏ではしてたのかっていうところまで結構鮮明に聞こえたりするんですね。この辺りすごいなっていうふうに思っています。ベゼルにもプレミアムオーディオがあるんですね。で、そのベゼルのプレミアムオーディオを選択して、うちのベゼルにはそれはついてるんですけれども、そこと比較してもね、この BOSE のスピーカーの方が音の繊細さとか音の細かく聞こえる部分っていうのは高いレベルだなっていうふうに思うので、さすが BOSE だなと、これを標準でつけてくるあたりすごいなっていうふうに思う。これはね、すごくいい装備だなと思いますし、この ZR-V という車の価格が本当高いものなんだよっていうところを示す象徴的なね、装備なんじゃないかなっていうふうに思っていて、これついてるのは、この1年半以上乗ってますけれども、とてもありがたいことだなというふうに感じているところです。
マルチビューカメラシステムですね。こちらも Z グレードには標準装備となっています。どのメーカーの車でもですね、最近ではこのマルチビューカメラシステムのようなもので車両の周りをカメラで捉えることができるような装備というのはあると思うんですけども、おそらく大体がオプションだと思います。特に ZR-V のような大きな車ですと、こういったカメラが欲しいという方も多いと思うんですけども、この ZR-V に関しましては Z グレードを選ぶと標準装備となっている点がすごいなというふうに思います。例えばホンダさんの中でもシビックに関しましては、こちらのマルチビューカメラシステムの設定自体がないんですね。ですのでこの装備をつけることはできないんですけれども、 ZR-V にはこの装備が用意されていて、しかも Z グレードだと標準というのがね、恐ろしいコスパの高さだなというふうに思っています。シートメモリー機能ですね。でこれに関して言うともう常時使っているなと。私と妻交互にこの車に乗ることが多いので、私の番号1番、妻の番号2番に入れて、それでシートを調整していますし、あともう一ついいなと思うのは、その鍵と連動しているっていうところもすごいなと思うんですよね。1番の鍵とこの1番のメモリーのところが連動しているので、1番の鍵で開けて乗ってエンジンかけると1番のところにシートのポジションが合う。2番の鍵で解錠して乗ってエンジンかけてあげると2番で設定しているシートのポジションに合うということで、これはねすごくいい装備だなというふうに思っています。いちいちシートを動かさなくてもいいというのもそうですし、鍵を使い分けているので、この鍵に応じてシートが動いてくれるっていうところ、これはねとても素晴らしい機能だなと思っています。これに慣れてしまうと他の車乗った時、結構このシートを動かすのが面倒だなっていうふうに思っちゃうなというぐらいに、この快適装備これあってよかったなというふうに思っているというところであります。リバース連動のドアミラー、リバース入れた瞬間に左側のミラーがぐーっと下に下がってくれるという、これがついているというのは地味にありがたいなというふうに思います。最近の車、特に高い車格、高い上の車には結構ついている装備で、逆に低い車格の車であったりコンパクトカーにはなかなかない装備ではあるんですよね。で、これがついているというのはとてもありがたいです。スノーモードですね。これがあります。私が住んでいる地域は雪が降らない地域でして、気温に関してもそこまでものすごく低くならないので、路面が凍結するってこともなかなかないということもあって、このスノーモードを今まで使ったことが一回もないんですね。でこれはちょっとね、判断つかない部分で、おそらく地域だったり場所、それからその環境によっては相当使うっていう場合もあると思うので、もしこのスノーモードを使っていらっしゃるこの視聴者の方いらっしゃいましたら、実際使ってみた感想であったりとか、結構これ使えるのか、それともこれまで乗っていた車と比べてこういうところがあるといいなとか、何か感想があればですね、ぜひコメントでお寄せいただけると嬉しいなというふうに思います。今回はですね、ZR-V に標準で入っているその機能に関して、私がどのように感じているか、オーナーの視点でお話の方をいたしました。今回の動画面白かったな、参考になったなと思っていただけたでございましたら、よろしければ高評価ボタンだけでも押していただけると嬉しく思います。備わっている機能をちょっと書き出しながら、自分でこの機能どうだったかなと思い返していくと、こういう機能が欲しいなとか、こういうのがあると安心だな、安全だなとか、そういったものが叶えられている、そこをちょっとかゆいところに手が届くような形で装備がついてるんだなっていうところが再確認できて面白かったというのがあります。今回お話ししませんでしたけれども、例えばワイパー一つとっても、この ZR-V のワイパーに関してはウォッシャー液が飛び散らないっていう形になっていたりとか、高級車種にしかない機能で、かつこの乗ってる時とか周りに対しても配慮するような機能というのもあったりするんですよね。いろいろ考えてみると結構やはりよく考えられている車だなというふうに思ってきたというところでございます。順々 TV では今後も ZR-V に関する動画の方を出していくと予定をしておりますので、よろしければこの機会にチャンネル登録をしていただけると嬉しく思います。ここまでのご視聴ありがとうございました。